はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。日本には昔から昆布締めと言われる料理の製法があります。昆布の旨味で食材をより美味しくする製法です。この方法を使ってお肉を熟成すればよりお肉が美味しくなる気がします。それでは早速やっていきましょう。今回用意したのはこちらです。牛のリブロースです。赤身の多いものを用意しました。日本には昔から昆布締めと言われる料理の製法があります。元は富山県の郷土料理が始まりです。昆布で食材を挟み、冷蔵庫で一晩程度寝かせることで旨味が増します。主に魚に対して使われることが多い製法です。昆布締めをすることで日持ちするので、冷蔵庫が普及する前から行われていたそうです。今回は通常の昆布ではなく、昆布の粉末を使って熟成させます。無添加の北海道産昆布粉末を用意しました。粉末の昆布を使うことでまんべんなく旨味を移すことができるはずです。昆布にはグルタミン酸と言われる旨味成分が豊富に含まれています。お肉は熟成することでこのグルタミン酸が増えるため美味しくなります。なのでこの昆布粉末を使えば熟成の旨味プラス昆布の旨味できっと美味しくなるはずです。うまさのドーピングですね。まずはバットにクッキングペーパーを敷いて昆布粉末で土台を作ります。その上にお肉を置きます。今回は水で練ると昆布が腐りそうな気がするので、そのままの乾燥した状態でお肉の周りに昆布粉末をかけていきます。こうすることでより脱水されて旨味が増すんじゃないでしょうか。なんかこの状態だと和菓子とかにありそうですよね。それでは冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。毎回この1ヶ月経った時がどうなってるのか楽しみです。なんか白っぽいカビが生えてますね。食事中の方はごめんなさい。乾燥した状態でもカビが生えちゃいましたね。水で練らなくてよかったです。昆布粉末はなんだかしっとりとしています。バットから取り出してみましょう。なかなか衝撃的な見た目をしています。カビがやばいですね。もしかしたら中まで腐っているかもしれません。カットして中を確かめてみましょう。あれ、思ったより中は綺麗な色をしています。初めよりも赤さが増した気がしますね。周りをトリミングしてみましょう。今回も何もしていない同じブランド産地のお肉を用意しました。左が昆布熟成肉で、右が何もしていないお肉です。特に味付けはせずに焼いて違いを確かめます。焼いている感じ、昆布熟成の方が明らかに水分が少ない感じがします。なんだか身が締まっていますね。焼いた感じの色合いもなんだか違います。昆布の方が全体的に白っぽい気がします。焼けたのでカットしています。昆布熟成の方はなんだか見た目が豚肉みたいな感じがします。何もしていないお肉の方が繊維の隙間がある気がします。それでは早速食べ比べてみましょう。いただきます。まずは何もしていないお肉から食べてみましょう。脂身が控えめで赤身の多めなステーキです。肉質は少し固めですが噛み切れないような硬さではありません。次は昆布熟成肉を食べてみます。今回は味付けせずに焼きましたが、ほのかに塩気を感じます。しょっぱすぎない程度に塩気があります。外側をきれいにトリミングしても中まで味が染みています。噛めば噛むほど旨味を感じますね。食感も変わっていて、なんだかハムに近いような歯切れの良さがあります。前にやったぬか熟成に近い感じがします。何も関係していませんが、粕漬けの後味に近いものを感じます。歯切れはいいですが水分が抜けている感じでみずみずしさはないです。明らかに旨味が増しているので、これは成功じゃないでしょうか。カビが生えていたので保存状態によっては危険な場合もあるので、皆さんは真似をしないようにしてください。ちなみに薄切りのお肉を昆布で挟んで冷蔵庫で一晩寝かせてあげても十分美味しくなります。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。昆布熟成肉いかがでしたか？ぬかも昆布も肉と相性良かったです。また他のものでも試してみようと思います。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。